だこいつバカだ、使えねえな、これ普通の人。僕は違うんです。考えればいいんですよ。最終目的は成果を出すことですよね。やっぱ行動しなきゃいけないじゃないですか。行動するっていうことは何をすればいいかどうかを理解した時だと思うんですよ。社長、仕事で成果を出したいと思っていろんな参考書を買って勉強したりとか、いろんな方のセミナーを聞きに行ったりとかしてるんですけど、どうしても次の日になったらもう全部忘れてしまっていてどうやったら頭に入りますかね。一つは、興味関心がないと入んないですよねっていうのと、はい、学校に行ってない僕が言うのはあれなんですけど、ビジネススクールの短期講座みたいな、ビジネス系のセミナーとかもよく行ってたんですけど、それの経験値から言うとですね、日本って10代の時の時って記憶力が強いんですよ。だから普通に勉強ができるとかって記憶力と、あと方程式を学んで、それをどう活かせるかが強いような気がするんですよね。要は何が言いたいかというと、答えがある質問が多いと思うんですよ。答えがある問題ばっかりだと思うんですね。でそれに慣れすぎちゃってると、答えを探すことっていうのがなんか必然的に走っちゃうんですよね。で要は答えがある前提で答えを探しに行くっていう脳が走ると思うんですよ。社会に出ると答えがない前提なんですよ、大体が。そもそも方程式さえ自分で考えなきゃいけないみたいな、考えなきゃいけないんですよね。なので考えられるかどうかが吸収できるか学べるかどうかだと思うんですよ。だからさっき言いましたけど、小学校の勉強を思い出すと答えを探す勉強だったんですよ。だから記憶力、それから方程式だけもらって計算すると。でも大人になってからビジネススクールの勉強ちょっとかじった時に考えさせる勉強だったんですよ。ケーススタディみたいな感じですよね。こういうケースです、あなたどうしますか。なんかこんな問題ばっかあったんですよ。これは大きく違うなと思っていて、だから僕は後者がいいと思うんですよ。考えることが覚えると思うんですね。だからやっぱ僕が思うのは、自分もそうだったんですけど、もうとにかく全てのものに対して興味関心と疑問があるんですよ。例えばだからなんでこうなってるんだろうとか、それってこうだからですかみたいな、こっちの方が良くないですか、なぜならば、そういうふうに言える人、だからそういうふうに言えるようにならなきゃいけない。僕もビジネスやってたからかもしれないですけど、飲食店に入ると想像するんですよ。この場所でこの広さで多分坪単価これだからこの立地でみたいな、家賃がこれだからで、多分客席数がこれで、営業時間これで、客単価これぐらいで、多分日照がこれぐらいで、多分月賞これぐらいだろうなと、年商にしたらこれぐらい、なるほどみたいな考えるわけですよ。日曜日にショッピングモール行って販売員みたいな人が寄ってきてみたいな、この時間にこれ1台売ってどれぐらい儲かるんだろうなみたいなとかで、なんでこの人はこういうこと言ってくるんだろうなとか、商品の説明を受けててすごい勧められてても、こいつがこう言ってるのこうしたいからだなとか、これを主張したいからこういう言い回ししてんだなとか、全部考えるわけですよ。考えるんで覚えるんですよ。普段の日常生活の中から商品売られたりとか飲食店営業してても、それがなぜこうなってるのかとかいうのを結構分解して分析されてるってことですか。僕は人一番興味関心がすごく強いと思うのと、なぜなぜ思考が強いんですよ。なぜこうなってるか、もうすごい細かいところが気になっちゃうんですよ。でも思ってなかったら多分入ってないんですよ。興味関心がないものはやっぱ覚えないんですよっていうのと、なぜを考えないからですね。セミナー聞いたりしても次の日になったら全部忘れてしまうって言ったら、聞いてるだけだからですよね。人ってやっぱなんで覚えるかっていう話になってくると、聞くだけとかやっぱ全然覚えないんですよ。例えば僕もあるわけですよ。セミナーとか行ってめっちゃつまんないおじさんの話聞きながら本当に眠くなるなと思った時に、このセミナーは眠くなったのかって考えるんですよ。例えば講師の話がつまらないからとか、セミナーの内容がつまらないからとか、エアコン聞いてないからとか、いろいろ書いてみて、そうすると眠くならないんですよ。そうするとそのセミナーに行った思い出は覚えてるんですよ。あのおじさんのこの話がつまんなかったで、そのつまらないと思った理由はこうだみたいな、そのセミナーのことだけは明確に覚えてるんですよ。考えればいいんですよ。疑問を持つっていうことを癖づけるとやっぱり嫌でも考えるんで、あともう一つ、ちょっとこれもそうなんですけど、そもそもこの時間何のためにあるのって考えたんですよ。本来はインプットをしてちゃんと自分がアウトプットをできて、最終目的は成果を出すことですよね。成果が何で出るかってやっぱ行動しなきゃいけないじゃないですか。行動するっていうことは何をすればいいかどうかを理解した時だと思うんですよ。例えば
明日これをやったら売り上げ上がりますよ、確実に1件取れるんですよって言われたら、何をすればいいか分かったらやるんですよ。あることを達成したら1億円もらえますって言われたら、あることってなんだってみんなになるわけですよ。一生懸命あることを探すんですけど、多分1億円だから。でも分かんないんですよ。で分かんないから考えてもやんないですよ、何も。だって分かんないから、あることが。でもこれをしたら1億円もらえますって、これって分かってたら、あ、それ俺にもできるって思った瞬間絶対にやるんですよ。だから行動するためには自分が何をしたらこうなるっていうのを理解すればいいんだと。だから物事の理解をして、こうやれば自分もできるって腑に落ちるから行動するんだと。でこうやればいいってすぐ分かるからモチベーション上がるんだと。自分がすべきことは何なのかっていうのを明確に理解できた時、これがポイントなんですよね。だからその物事の理解をするためにテキストがあったりノートを書いたり、なぜだって考えたりとかっていうのをするってことですよね。でそこにセミナーの時は全力を注ごうと思ったんですよ。行動するための理解をするんであれば、具体的にどう行動したらいいか導き出さなきゃいけないんで、なんでこの行動したらこの結果が出るんですか、なんでこれはこういう結論になったんですかとか考えてれば必然的に覚えますよ。聞いてるだけというか、考えて、なぜなぜなぜっていうのをどんどん質問していく方が覚えられる。そうですね。だからとにかく考えることが重要なんですよ。聞いて暗記することじゃないんですよ。これだから学校でやりがちな失敗です。それで暗記で成功したかもしれないけど、考えることが重要なんですよ。例えば本とかそういったテキストを読んでいて、その場合はどういうふうにしたらいいのか疑問に思ったことがあるのに、作者じゃない人を聞くべきなのか、この辺ってどうされますか？いや別に聞かなくてもいいですよね。自分でだから考えて答えを自分なりに別に導き出せばいいし、僕なんかもそういう時にあった時にチャット GPT にひたすら会話しますよ。これってこう言ってんだけど俺はこう思うんだけどどう思うのみたいな。別にいいんですよ、チャット GPT が正確な答え出さなくても。自分の考え方とか整理したりとか、誰しもが別に合ってること言うわけじゃないから。ある種壁打ちの相手じゃないですけど、そういう感じで使われる、そうですね。疑問を持って考えることが大事なんで、仮にチャット GPT がすっとぼけた答え出してきたら、なんでこいつはこの質問にすっとぼけた答え出したんだろうなって、俺の聞き方が悪かったのかなとか。自分が質問してそれを求めた答えが返ってこなかった時に、なんでその自分が求めた答えが返ってこなかったんだろうかとか、ちょっとこう意図が違ったなって時に、そうですね。そこもある程度こう分析しながら。なんかそれもそうですよね。聞いてチャット GPT から答え返ってきた。で自分は答え知ってたと。間違った答え言ってると、なんだこいつバカだ、使えねえな、これ普通の人。僕は違うんです。なんか答え違うな。なんで答え違うのをチャット GPT が出したのかと。それは俺の聞き方、日本語のこの順番がいけなかったのかとか、その前段の何か聞いてたことの続きでやっちゃったから、これを加味してる多分この答えを出したんじゃないかとか、答えは分かんないですけど考えるんですよ。そうするとそのことって覚えてたりするんですよ。ちなみに本社長は例えばセミナーとかを聞かれに行った時は、メモとかされますか？しますよ。なんかこれも僕の持論なんですけど、やっぱメモは書くのがいいですよ。覚えるとか考えるんだったらメモが一番です。なぜならメモする方が一番考えるから。パソコンでこうやって聞いててとか、録音しててとかってやるの要約してもらってとかって言うんですけど、パソコンでバンバン打ってると情報量はなるべく正確に打てます。でも自分が学びたいんだったら書いた方がいいと思いますよ。なぜならば書くってなると全部コピペできないんですよ。即帰できるわけじゃないから。書く前提でもうようやく自分でしてるんですよ。なるほど。自分が重要だと思ったことがもうすでに要約されてるってことなんですね。書くってことはわーって喋られた後にパッパッパッって書いたら重要だと思ったこと書いてあるわけですよ。自然と要約してるんですよ。僕は本当に学びたい場合とか考えるためにもう書きますね。正確に情報を落とさなきゃいけないようなヒアリングは全部録音したりとかパソコンで打ったりとかしますけど、学びの時はもう基本書きますね。議事録とかそういったものは別に録音でもいいけども、学びの場に関して言うと書いた方がいいと僕は思いますね。なぜなぜと疑問を持つと考えればやっぱり覚えられると思いますので、疑問を持つことっていうのはやっぱ大事かなと思います。今日から疑問を持って生きていきたいと思います。ありがとうございます。このチャンネルではビジネスに役立つ知識や研修、現場の様子等々さまざまな動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。そして最後にこの動画にもいいねを押してもらえると嬉しいです。ありがとうございました。